どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は2021、この新型 MacBook Pro についてですね、ちょっとどうなっていくのかっていうのをね、お話ししたいと思います。いろんな噂がね、もう噂を呼んでおりますけど、前半はですね、新型 MacBook ですね、Pro の、期待できる、デザインだったりですね、性能、こちらを、見ていきたいと思います。そこについてね、お話ししてですね、後半にはですね、発売時期について、また、新しい情報が出てきましたので、結論から言うと、秋頃ぐらいになるとは思うんですけども、はい、いつ出るのかっていうところですよね。そういった点とかですね、最後に、じゃあその、新しい MacBook Pro を待つべきなのかどうかっていうところについてね、よく質問いただくのが、今のM1MacBook も買っていいんですかねみたいなこともよくいただきますので、そこについてね、ちょっとお話ししたいかと思います。で、こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとしたリーク情報だったりですね、賢い買い方だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのは定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。あといつもご覧になっている方の 15% ほどの登録ということなので、ぜひね、チャンネル登録していただければですね、非常に励みになります。また登録していただくとですね、随時、お得な Apple 製品とかはじめとしたですね、セール情報とか、そういったものをですね、コミュニティ欄で、見れたりもしますので、こちらも通知ベルね、オンにしていただくと、確実に届きますので、ぜひ通知ベルをオンにしてね、見逃さないようにしてもらえればと思います。でまずね、新型 MacBook Pro ね、デザインについてなんですけども、ルーク・マイアニさんっていうね、方のチャンネルでですね、レンダリング画像、予想されるね、デザインの画像にはなるんですけども、新型 MacBook Pro はですね、完全にフラットな形ですね。iPad Pro とか、新しいね、新型の iMac みたいな形になると言われております。デザインに関してはもちろん、変わるというか、アップデートにはなるんですけども、基本的にはね、他の Apple 製品とかと、同じ感じですね。同様に角が丸いとか、四角いようなね、形になるんじゃないかと、思いますね。そんな大きな変化っていう感じではないですね。ただ Apple シリコンが、もちろん搭載されますので、本体も薄くなると思います。で、今よりも厚さはですね、大体3ミリぐらい、薄くなってですね、大体 1.23 センチくらい、になるんじゃないかなと思いますね。はい。で、本体の重量も今よりはちょっと軽くなるんじゃないかなということですね。16インチとかね、かなり重かったりするんで、なんでできる限りね、やっぱりちょっと軽くなってほしいとは思うんですけど、で、画面もですね、現在の 13.3 インチですね、からですね、14インチですね、小さいモデルの方はそっちに広がって、また黒いね、縁というかベゼルがですね、狭くなって結構すっきりした印象になる形で、また、MacBook Pro っていうね、画面の下に文字があると思うんですけども、そういったものを、取っ払われたりするんじゃないかというところですね。はい。で、キーボードに関してはですね、タッチバーが、やっぱね、廃止されて、一番上のそのファンクションキーですね、がですね、マジックキーボードをね、みたいに結構大きくなるんじゃないかっていうところですね。これは結構使いやすそうですけども、で、また新型 iMac に搭載されたですね、タッチ ID ですね、の、黒色バージョンみたいなものにね、なるんじゃないかということで、結構大きくなってね、押しやすそうでいいなとは思ったりするんですけど、で、この MacBook Pro がですね、初めて M1 以上のパワフルな性能ですね、搭載した MacBook になるということですね。で、そこで、性能が期待されるのがですね、やっぱ M1X チップと呼ばれるものですよね。はい。名前もどうやら M1X になりそうなんですけどね。うん。ベースはやっぱり M1 チップということなので、そこにX っていうね、ことが加わるっていうことで、アップデートね、というイメージで考えると分かりやすいのかなっていうね、気は個人的にはしますけど、性能についてなんですけども、このやっぱ M1 チップっていうのは、8コアの CPU ですね。8コアの CPU が乗っててですね、このコアっていうのは脳みその数と思ってもらえればいいんですが、いわゆる多ければ多いほど、頭がいいと、高性能っていうことになるんですけど、その8コア CPU ですね、M1 チップのその中身がですね、一応4つの高性能コアっていうのと、4つの高効率コアですね、に分かれてるんですよね。はい。これなんじゃいっていうことかと思うんですけども、高性能コアっていうのは、いわゆる重めの作業ですね。動画編集したりとか、音楽編集したりとか、X コードでなんかプログラミングするとか、そういった時に高性能コアが使われるんですけど、で、もう一つのは高効率コアで、普段の作業の時とかですね、そんな軽くないなんかメール返したりとか、なんか資料を作ったりとか、ネットサーフィンしたりとか、そういう時はですね、高効率コアっていうものが使われると。はい。これなんで分かれてるかっていうと、高効率コアで普段動かした方が消費電力が抑えれるからですね。だいたい10分の1ぐらいに抑えれるって。アップルは言ってるんですけども、新しいんで MacBook Pro ではですね、この CPU がね、さらに進化するんじゃないかというところでですね、
はい、まあ10コアになるかもというところなんですけども、でもなんか2個はなんか増えただけじゃんみたいにね、思うかもしれないんですけど、まあ問題はこの中身なんですよ。はい。で、さっき説明したように、Apple Silicon のその中身は高性能コアっていうのと高効率コアですね。電力消費を抑えるためにそうなってるんですけど、まあ、新型の MacBook Pro はですね、10コアの、CPU にはなるんですが、なんとですね、高性能コアが8コアで、残りの2コアがですね、高効率コアになるっていうことですね。はい、なので、まあ、コア数でいうと高効率コアが M1 チップの倍になっているということになります。これはなかなかすごいね。はい。まあ、M1 ですら結構まあいい性能だったりするんで、この倍って考えるとすごそうだよね。で、また CPU もこれもちろんなんですけども、M1MAX がすごいのがですね、GPU ですね、こちらのグラフィック性能というところになるんですけども、これがまた16か、まあ、32コアぐらいのものが、搭載されるんじゃないかと。で、このまた GPU 自体もですね、まあ、Apple がまた、まあ、独自でね、作ってるとかいう噂もあるんですけども、まあ、今回はまあ搭載はないと思うんですけども、まあ、そこら辺は2022年以降ですかねに、まあ、そのうちね登場してくると思いますけどね。はい。まあ、GPU でやっぱり恩恵を受けるのは何が変わるのかっていうところで言うと、まあ、動画編集とかだったりですね、あとまあ結構重めの 3D のねレンダリング 3D のなんか映像みたいなの作ったりとかプロダクトデザインしたりとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、はい、だから一番皆さんに関連するところで言うとやっぱりまあ僕もそうなんですけどゲームですよね。ゲームがこうサクサクこうぬるぬる動いたりするっていうところなんですけど、まあ Apple Silicon ねやっぱりiPhone とかね iPad のアプリもこの Mac 上でね動かせたりするんですよ。まあまだまだちょっと対応は少なかったりするんですけども、そこら辺もね、含めるとやっぱ GPU のその性能アップっていうのはね、なかなか期待していいんじゃないかなと。個人的にはFinal Cut Pro を使って今動画編集ねこの YouTube もしてるんで爆速で動画編集したいなとは思いますね。でまあこういったやっぱデザインだったりとかですね、まあ、薄くなって、性能が高くなるっていうのを、そういったのももちろんなんですけども、で注目すべき点はですね今のモデル現在のモデルのなんかちょっといまいちだったなっていう点がどんどんこう改善されてくるんじゃないかっていうところなんですよね。まあそれがですね、要するにポートの話なんですけども端子ですね。はい、一応 MacBook Pro はですね2016年に、まあ、大きなアップデートがありまして今の USB-C ポートだけの形になったんですけど、まあ、シンプルなんですけども使い勝手に関しては正直あんま良くないなということで別途そのハブというか、まあ、USB ハブを購入しないとねいけなくなったわけなんですよね。でブルームバーグのね、あとまあ記事にあった通りですね今回の新型 MacBook Pro では、まあ、タッチバーの廃止っていうのと新しいこう端子が搭載されるんじゃないかというところなんですよね。まあタッチバーはね正直完全にまあ失敗だったと思いますね。まあ僕も MacBook Air ね今、M1 で使ってるんですけどその前、Pro 使ってたんですが、まあ、正直ね Air でタッチバーなくなってなんか不便なことあったかっていうとなんか一つもないんですよ正直。まあ端子に関してはやっぱ同じようにですね、両側にサンダーボルトですね、まあ対応した USB-C 端子だったりですね、これが2つずつとかですね、あと2つずつで4つほどですね、まあ搭載されてですね、あとまあ SD カードスロットだったりとか HDMI ポートですね、あとマグセーフ充電の、まあ搭載とか復活があるんじゃないかとか、言われてたりします。まあいらないけどね。でまた MacBook Pro にもですねあとミニ LED ディスプレイの搭載っていうのもおそらく来るんじゃないかと言われてますね。まあ、新型のiPad Pro の 12.9 インチに搭載がされたので、まあそれと同じようなものがですね MacBook にも出てきてもおかしくないんじゃないかなと思います。あとはまあ外部出力ですね。これ外部ディスプレイこちら映せる数もですね、まあおそらく2から4台ぐらいですね。まあインテル版のものとおそらく同じような仕様になるんじゃないかと思いますね。はい。まあ、今のやっぱその M1 のモデルはですね、外部ディスプレイ1台しか出せないので、これ結構まあ不便に感じてる方多いと思うんですけども、まあ、以前、まあ、例えばですね、以前僕レビューしたベルキンさんから、ベルキンさんのですね、M1Mac でそのデュアルディスプレイが、まあ、実現できる、まあ、ドッキングステーションですね、まあ、まとめていろんなもの使えるよみたいなものがあるんですが、まあ正直ね、普通にやっぱ使えた方がいいですよね。はい。いちいちまあこれもまた買うのにね、またお金かかっちゃったりするんで、はい。まあこれはやっぱりプロモデルの方でね、もちろん来るんじゃないかと思います。まあ一応とはいえ M1 のね今 MacBook とかのモデルでデュアルモニター使いたい方はですねこの、ベルキンさんのちょっとドックレビューとかしてますので、ちょっと概要欄から覗いてみてください。というようにですねまあユーザーの声とかフィードバックからまあ改善されるであろうですね次期 MacBook Pro なんですけども気になるのはじゃあやっぱいつ頃じゃあ出るのかっていうね、はい、僕も非常に気になるんですけどもで一番最近あったですねまあ WWDC ですね Apple の発表会、6月にこれあったんですけどもまあここでね期待されたりした
んですが、まあ、結局何もなかったんですよね。まあ、そもそもこの噂があった理由の一つとしてはですね、非常に的中率の高いブルームバーグのマーク・ガーマン氏っていう方ですね、が、まあ、新型の MacBook Pro は今年のその夏に登場するんじゃないかというね、まあ、言及があったことからですね、まあ、6月のその WWDC の方で来るんじゃないかっていうことだったんですよね。はい。まあ、そこは盛大にちょっと外してしまったんですが、まあ、今のところ、まあ、濃厚なのはやっぱ今年の秋ですね、まあ、10月だったり、11月あたりじゃないかなと思います。はい。まあ、Twitter アカウントですね、まあ、ディランっていう方ですかね。まあ、なんか開発者の方らしいんですが、まあ、彼によりますとですね、2021年の第4四半期、つまり、まあ、10月の終わりから、まあ、大体11月ぐらいですかね、あたりに来るんじゃないか、MacBook Pro がね。っていう風にツイートしてるんですよ。はい。まあ、ただこの彼の情報が正しいのかどうかちょっとまあ正直疑問ではあるんですけども、まあ彼のね、一応過去のツイートがあるんですよ。で、まあ唯一ですね、彼が新型の iPad Pro に M1 チップ搭載っていうのをちょっと言及してて、しかもこれ去年の11月ぐらいにね、ツイートをしてるんですよ。はい。まあたまたま当たったとも、言えなくもないんですけども、はい、だ新型の iMac の、まあ、デザインについてはついてもですね、まあ、完全ではないんですけども結構当たったりはしてるので、まあ、だからじゃあ MacBook Pro の情報がね、今回じゃあ当たるかどうかとまた別問題かもしれないですけど、まあ、参考にする価値はね全然あるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとやっぱ単純にね、まあ、個人的にはやっぱ M1 モデルが発売からまあ大体1年後になるんですよ。今年の10月かな、11月で。まあ、なのでタイミング的に非常に現実的かなって思いますね。まあ、なんで Apple シリコンの大体やっぱ移行も2年で Apple がね、公式に行いますよって言ってるので、まあ、ちょうどその真ん中のタイミングなんですよね。まあ、なんでそれで、ここで MacBook Pro をねガーンって出すのね結構プロモーションになるのかなと思って、まあ、11月あたりが非常に現実的じゃないかなと、個人的には思います。ということで最後にですね、じゃあ新型 MacBook Pro、待つべきかどうかっていうねところなんですけども、まあ、結論としてはね、まあ、今年の終わり頃にね、僕らの手元に届くのはそれぐらいになると思うんですけども、まあ、それでも全然やっぱ待つべき価値はね、あるんじゃないかと思いますね。MacBook Pro に関してはやっぱりさっき言ったように2016年にねアップデートされてからですね、約大体5年ぶりの、本当に大きなアップデートになりますので、やっぱ購入する、非常にいいタイミングなんじゃないかなと思いますね。はい。まあデザインとかね、まあ性能のアップとか、まあ薄くなったりとか、まあそういったものはもちろんなんですけども、まあ価格はね、まあそんな安くはないと思うんですけど、とはいえ今のまあ大体上位のね、インテル版と同じぐらいのね、価格になると思うので、まあ2、30万ぐらいですかね。はい。で、特に僕みたいにですね、動画編集とか、まあグラフィック性能を非常にこう必要としてる、まあプロでね、結構まあプロでパソコンね、使ってる方とかですね、まあ、こういったもので M1 ではもちろんね性能高いんですけども、やっぱちょっとまだまだ物足りないんですよね。まあ、まだまだやっぱこれ M1 っていうのは M1MacBook はまだまだ序章に過ぎないと思いますので、まあ、ゴリゴリにねやっぱ使うとやっぱ動画編集とかではねちょっとしんどいなっていう時があるんで、まあプロでやっぱこういったものね使いたいなみたいな方はね非常に待った方がいいんじゃないかなと思いますね。まあとはいえ普通に使う分にはね M1 で十分すぎますので、まあ M1 今使っていてまだちょっとね満足しきれないとかっていう人はまあ別だったりしますが、まあ、それも非常に多分少数派だとね、思いますんで、まあ一般利用の範囲ですよね。普通にまあテキストベースでまあなんか作業したりとか資料を作ったりとか、まあ学生の方とかね、まあそういった方はまあ普通の一般の方は多分 80% から 90% ぐらいはですねM1MacBook で全然十分だと思いますので、まあ全然今購入してもいいと思います。はい。まあそれかまあ本当に今購入しといてね、MacBook Pro 出て良さそうだったらそっちにね、乗り換えるっていうのもありだと思いますので、M1 のね、MacBook Air についてはレビュー動画ね、詳細に、再生リストまとめてございますので、非常に参考にしてもらえればと思います。1個今ね、12万回以上再生されているものとか、ありますので、はい。まあ僕もここまで見られると思ってなかったんですけども、まあこれ非常にありがたいなと思います。はい。ということで以上がね、今回出てきた情報でした。はい。皆さんは次の MacBook Pro でね、期待することどういったことでしょうか。はい、買いたいと思いますか。ぜひコメントで教えていただければと思います。で、またこういった動画今後もね、見たいな、最新情報をもらいたいなっていう方は、ぜひ、グッドボタンだったりですね、チャンネル登録お願いいたします。はい、非常に励みになります。はい、ぜひ通知ベルも押してください。ということで今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。以上。